第6代シュートフライ級チャンピオンの扇久保博正です。日本のフライの人見渡してみるとやっぱり扇久保さんが一番強敵だっていう認識ってありますか？そうですね、そう思います自分は。はい、扇久保さんが負けちゃったらもう挑戦者いないっていう思ってた方がいいですか？はい、僕が最後じゃないですか。はい、掴み損ねた男の3度目の正直ですよ。そうですね主役になり損ねたなとは思いますね、あの時。はい、爪が甘いですよね、小さい頃から。モチベーションが高い時はもうものすごい離婚してほしいと。いやもう辛かったっす。まあいい、はい、箸使ってもいいですか？10連勝する時間はないですけど3連勝しようと思ってますね。それで自分の中のブームを起こして終わろうかなと。くだらない生活、10年前の165センチ、60.8 キロ。堀口恭司。さあ皆さんにぜひ今日本の総合格闘技界に世界トップレベルの選手がいるということを見ていただきましょう。世界最高レベルの。取った、一気に取れた。9秒で勝っちゃって伝説を1個作っちゃった。なんかみんな9秒のこと言うんですけど、まあ、タイミングですから、狙ってましたけどタイミングです。試合の次の日聞いたところ、先生には直接会いに行くっていう話だったと思うんですけど、はい、あの後行かれました？自分行きました。先生からは何か言った通りだろうみたいな、前から言ってたんですよ。KOか一本で決まるだろうって。間違いなく勝ちです。判定で勝ちかノックアウトで勝ちか、恭司が 100% 勝つ。あんまり褒めることないですもんね。そうですね、さすがに今回は褒めてくれました。褒めたっていうか、よくやったみたいな。はい、だから本当に次の相手心配しちゃうので。5年前彼に負けてから一回もそのことを忘れたことなかったんで、堀口選手のことをしっかり食って5年前の借りも返そうと思ってます。日本帰ってきた時っていうのはやっぱりやるかもなっていう予感とかってありました？ありましたね。日本の団体のトップとやっぱやることになるだろうなっていうのは。いずれ当たる。そうですね。うちのチームは今結構強い選手がいるんですけども、その中でも一応トップを走ってたんでね、扇久保は。はい、津谷さんがしっかり見てくれて、自由にって言ったら変ですけどやらせてくれるので、それで仲間もすごいみんなしっかり一致団結してるし。
彼が一応キャプテンみたいな感じで引っ張ってやってくるんで、いい雰囲気になってますね。1階級しか違わないんですけど、もっと上偉いなパワーとか感じることはありますね。あと寝技の強さは本当僕が一番知ってるんで、本当に強いです。もう寝技も打撃も相当教えてもらってますね。本当何から何まで減量も教えてもらったし、すごいベストコンディションでその年末は行けましたね。勝負舞台に出るというのは本当、いや嬉しいです。セコンドにいないっていうのがちょっと心細い部分はあるけど、でも本当一緒に出れるのはすごい嬉しいですよね。7月25シュート出ます。8月3日シュートです。よろしくお願いします。7月29日は大丈夫です。怪我しないようにね。はい。お願いします。私の弟子であって彼の信頼する先輩である松根亮太というのがいるんですけども、今回大一番なんでしっかり3人で来て作戦立てて合宿を張ろうと思って今回来ました。5分3ラウンド制その第1ラウンドが始まりました。圧倒するのかなと思ってたんですけど、意外に苦戦してたりしたんで、身体能力高い系の選手にはちょっと苦戦するのかなと思いました。今までやった日本人はみんな街の選手が多かったけど、どんどん前に出てこられるとやや苦戦する感はありますよね、選手も。ちょっと距離近いよね。近いです。この間合いになりますかね、荻窪さんとの試合。いや多分この前ではやんないと思いますよ。もっと遠くでやってくると思います。そっちの方が多分堀口選手も好きだろう、遠い方が踏み込んで打ちたいし、そうです、で遠い方がタックルテイクダウンも取られないし、もう絶対そうだと思う。やっぱここでテイクダウンとかもちゃんといけるのが素晴らしいなと思います。いいと思いますね。何でもできる。さあ肩固めの体勢だ。きっちり。これは俺は食らわないです。大丈夫です。この2人が最後締めくくることになります。もっと組とかも行くのかなと思ってましたね、石渡選手は。ハイキック入りそうっすよね。そうだね、右手下がるから、いつも下がってるから、俺も空手長くやってるから鬼は当たんねえぞみたいな感じはあるんだと思う。そうです。バウンドが強いですね、やっぱり。しっかり拳当てて。これも効いてるよね。止めてもよかったね。西尾大選手の男気。でも行くしかなかったんだろうね。そうですね。うわー、これカウンターすごいな。僕はUSC のデミトリアスの試合とかがずっと見てたんですけども、あの時もかなり堀口選手は良かったんですけども、それよりもかなり進化してますよね、それに比べて。でも全体的に見るとやっぱり選手に堀口選手はちょっと苦手意識持ってるんで、いいと思ってます。そこではっきりしないと、中途半端にやってるとここのパウンドはものすごい強いから、取りに行くのか立つのか足側に行くのかはっきりしないとその一発で効いちゃうから、彼は打撃が強いから寝技とかテイクダウンがちょっと弱点みたいなイメージありますけども、寝技やテイクダウンもかなりトップレベルですよね、実際。簡単には寝てくんないと思うんで、その立ち際とかはチャンスあると思います。そこは何回か立たれちゃうだろうし、その時にチャンスがあればサブミッション行けばいいし、で僕がね荻窪のコーチだから言うわけじゃないけど、荻窪の首と
バックっていうのはもうかなり強烈なんですよ。僕らは普通に荻窪勝つと思ってるし。すごい平常心でいつも戦ってる感じなんで、本当焦った顔とかそういうのを本当にみんなに見せたいですね。はい。彼のパンチが強いですよね。そう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 。それもありだし。いけそうな気がしてきました。佐藤さん、僕勝ちますから大丈夫です。負けると思ってるでしょ。みんな負けると思ってる。いや本当ムカついてます。大丈夫。勝つと思ってます。僕らだけだ。本当に。まあそれをね、こと舐めてるんですよ。逆転するからね、面白い。マジで。でテレビでプライドとかを見てて、で自分もやりたいなと思った時に、その時に軽量級のその当時のシュートの世界チャンピオンが松根さんで、自分が強くなるんであればその当時の世界チャンピオンのところに行けば強くなれるんじゃないかなと思って、でそこでパレストラ松戸に入会することになりました。そんなはっきりとした目的意識を持って入る人って少なくないですか？少ないですね。はい。なかなかいないですね。そういう青年は。単身一人で上京してきたんで。入ってきた時ものになるなと思いましたし。日本のフライの人見渡してみるとやっぱり扇久保さんが一番強敵だっていう認識ってありますか？そうですね。そう思います自分は。はい。扇久保さんが負けちゃったらもう挑戦者いないっていう思ってた方がいいですか？はい、僕が最後じゃないですか。はい。あの試合で本当人生の分岐点というか、あそこで僕が勝ってれば UFC にも多分あのまま行ってたし。当時は扇久保さんはどう見られてました？そうですね。当時も寝技の強い選手だなっていう風に見てましたね。しっかり踏み台にしてやろうって思ってました。荻久保の実力はあの時もう半分も出てなかったですね。やっぱチャンピオンって追われる側ですごくこのベルト防衛することは難しいんですよね。負け方も自分の得意技のチョークで負けたし、悔しいですけどもう完全に飲み込まれてしまったっていう。天国と地獄じゃないですけど、本当まさに主役になり損ねたなとは思いますね、あの時。はい。何なんですかね。爪が甘いんですよね、小さい頃から。モチベーションが高い時はもうものすごい。負けてしまいました。帰ってきました。で、なんて言われたんですか？いやいろいろと整ってて、で整ってて、はい、いろいろと整ってて、もう全てが整ってて、で離婚してほしいと、言われました。お子さんいますよね？はい。いやもう辛かったっす。はい。どん底のどん底ですよね。そうっすね。もう何のために生きていけばいいのかはもう見えなくはなりましたね、その時は。はい。子供のことを思い出すとまだ泣きますけどね、夜中とか一人で。家取らせてもらっていいですか？今からありがとうございます。本当に来たんですね。マジで汚いです。布団も敷きっぱなんで汚いんで。
っちははいどれくらいの広さだったんですか？いや前は 3K とかなんで部屋3つぐらいあったっすね。写真やっぱ部屋ないなとか、写真どうしたんですか？昔の写真さ全部捨てたっすね。家族のために頑張ってたから全部思い出しちゃうんでもう全部捨ててみたいな。あの時は守るものもあったし、まあ、今はまあ正直もう死んでもいいですからね試合で。あの時しっかりと試合できなかったんでね、荻窪はね取り戻しに行ってほしいと思います。いや本当来たなと思いましたね。自分のために来てくれてんのかなぐらいの最初は思いました。これ戦う運命なのかなって思いましたね。本当にこれが最後のチャンス、これにかけてるっていう感じです。掴み損ねた男の3度目の正直ですよ。そうですねこれ以上ないというか全部をひっくり返せるチャンスですよね。彼もいろんなことを乗り越えてきてるから一番いい時期だと思います、彼が試合やるのは。死んでもいいですからね試合で。まあ今年もやらせてもらえるからこの半年が勝負だから、頑張んなきゃいけないですね。あと2試合か3試合。よっしゃ、なんかやだなこんなの。煽りもこれなの？嫌なの？もう煽りなの？ダメなの？まだ使わないで。まだ使わないで。イランで来たかったね。いい記憶にします。それでありがとうございました。またやろうかね。お疲れ、ありがとう。飲み行ってください。飲みなら負けないよ俺バカ天才って言われてるんですよね。この試合しかガチンコの雰囲気になんないから雰囲気変えたいよね、この試合でね。これで9月になったら40なんで10年伸びちゃいましたね、引退が。結婚が伸びたね相手がいたのか分かんないけど。さあ言い訳の利かない世代交代を見せつけるか。いきなり飛んでいった膝です。左悔しいですね。はい、わかりました。来年もやります。来年もリーグに上がってくれという宣言が飛び出しました。そこにね素晴らしいリングがあるならで喜んでくれるお客さんいるなら立ちたいですし、10連勝する時間はないですけど3連勝しようと思ってますね。それで自分の中のブームを起こして終わろうかなと。お願いします。尊敬できる選手と試合できて光栄です。頭来る理由が分かりません。来るよ。
ゼロってやっぱほらイメージダウンにしかなんないじゃん。そんなん巻き込まれたくないからさ。もう一社やったっけ、みんなも作っちゃったよ。2社分もらえてよ。ファンの評判はすこぶるいいよね。だからやりますよ。ちょっと待って、今寝起きなんっちゅうの。寝起きダメですよ、不機嫌。本当は6時まで寝れれば機嫌いいんだけど、はい、ちょっと早いだけでもう機嫌悪い。ごめんなさい、16時半。何があ、ほんとね、この試合勝ってね、ハーレー行こうと思ってるんですよね。いくらぐらいですか？250ぐらいじゃない。だってお姉ちゃんと遊んでもなくなんじゃん。もう鉄だけ合いそうかなって。鉄だけ合いそうかな、ものね。なんかみんなそうなるらしいね、最終的に。お、これなんすか？加圧。あ、加圧。みかん試させて、成長ホルモン早めに出させて効率。なるほどなるほど。熟練ファイターのあるあるですよね。あの時はベストの何割ぐらい？4割ぐらい。今は5割じゃないですかね。あ、なるほど。じゃあこんばんは。6、7割までは行きたい。休憩。これから練習です。目覚めたからこれからいいの出る。あ、言葉割と出てますよ。もうちょい喋らせろよ。曲紹介いってきます。これ面白くないですか？くだらない生活。10年前のトレインポスティング。ああ、トレインスポッティングね。トレインポスティング。違います。俺ね、何でもそうなの全部めちゃくちゃだよ。じゃあ使わないでよ。あれがゴミさんなわけですね。そう悲しいけどちょっとめちゃくちゃだ。もう全部マットの汗に変わっちゃったよね。ああいうくだらないことやってたと思う。うお、懐かしい。まあ幼稚園の時から暴れてたって言ってますし、うちのこと遊ばないでくれっていうか、ちょっと乱暴なとこあったんで、もう忘れちゃったよ、この間の時のことなんか。抹消しました。思い出したくない。放送できない。なんでさ、試合するか分かる？おばあがしてる。30代の子でも俺の試合一回も見たことないんですよ。見たことない人はいるんだよ、割と近いところにいるのに。格闘技面白いなと思って、最近なんか過去の動画とか見てて、
初めて見ました。いやあれまさかと思って見たら本物だと思ってめっちゃ応援しよう。次の兵隊か。はい。はい、ガッツ。はい。すぐ戻れ。はい、あともう1。はい。10。踏み込め。はい、踏み込め。踏み込め。もう一回ドーム作るんですよね。そう、俺この間のサッカー見ててもプライドはもうあれと同じスポーツのラインだったんですよね。勢いとしてはね同じように見られてたから、だから別にああいうスポーツに劣等感をね持つ必要もなかったし、今ねやってる若い子たちはそういうのないでしょうけどね、のびのびやってるんでしょうし、ただ俺は納得できないよね。10連勝する時間はないですけど3連勝しようと思ってますね。一番上にちょっと登りたいですね。はい、喜んでもらった上でこういう終わり方でもいいのかなとか。知らねえやついい風を吹かしたいなと思って、それで自分の中のブームを起こして終わろうかなと。今日は出ないよ。今日はなんかダメだな。なんか面白い話ないですか、大福が。ない。まだ頭起きてないんだから。まだだよ。もう次のメニューがもう中盤ですよね。中盤です。いや最初に30分ぐらいだらけないとダメよ。ボナススポーツ。ビリビリがあるので、そこに折り合って相手を倒すっていう残酷使えるコメントがないいやこれは可愛い。これは可愛いですよね。はい。なんだよ、お腹良くなっちゃった。キャラは可愛いから女の子の方が好きなんじゃないですかね。上、よしよし。あ、下、上、下。いけ。よし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 。よし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 。もうちょい。さあ。判定です。より相手側の壁に近い方が勝利。あ、勝った。判定勝ち。判定ダメだよ、KO じゃなきゃ。予想してるみたいで嫌だな。いや次の試合KOしないとね。